朝鮮難民救援基金の加藤でございます。今までの日本政府との北朝鮮の交渉を見ているとですね、幻想に満ちているという感じを拭えないんですね。ストックホルムの合意までは、この問題を解決するためにですね、日本側が北朝鮮に引っ張られてるんですね。日本側はなんとかこれ解決したいという気持ちが強いですから、どうしてもそうなるんでしょうけども、初めから心理戦でですね、北朝鮮は日本側を自分たちの手に乗せようという、そういう作戦だっただろうと思うんですね。今度は1年後には調査結果を出しますよという話になって、それで1年経ってみたら調査結果がまだ出てこない。長官は調査といっても1年ぐらいのもんだと。むやみやたらに長くやるべき、そういう筋の話ではないというふうに言ってたんですが、実際1年経ってみたらですね、まだもう少し時間が必要だと言って、今度は9月になるらしいと。じゃあこの間で何もやらなかったのかというと、そんなことはなくてですね、毎月のようにですね、日本政府の代表と北朝鮮側が話し合っているというニュースも伝えてきてますね。ですから、もうすでにこれはですね、どのようにして決着させるかという話は、日本と北朝鮮の間ではついているというふうに見るべきですね。じゃあなぜそんなにその結論が出てこないのか。日本側はですね、官房長官も言いますけども、拉致の報告がなければ、これは報告とは認めないと言うんですね。それで結果が出てこないんですから、日本側の要求は拉致の結果を出してください。北朝鮮側はそれ以外の情報、つまりストックホルム合意でやった特定失踪者の問題とか、向こうに渡った日本人妻の問題とか、1945年以降北朝鮮に残された日本人あるいは残留孤児の問題について北朝鮮側が情報を出してきたと。しかし日本側は拉致問題についての情報がない限り、これは報告とは認めないということで、結局それを持ち帰って何回か日本と北朝鮮の間で話し合いがあったというのが今までのいきさつだろうと思うんですね。結論が、拉致の問題に対しての結論は確かに出てないのかもしれないけども、北朝鮮側は問題について話し合いをしたい。で、なんとか先につなげたいという気持ちがあるということはわかりますね。今の段階は止まってます。私が非常に心配するのはですね、私の内閣でこの拉致問題を解決すると。最近首相が言っていることは、大切なことは拉致問題を解決しなければ北朝鮮の未来は描けないんだという言葉。北朝鮮に善意を期待してもダメですと。圧力が必要ですというふうに言っていますんですね。それから拉致被害者の家族会だとか支援する団体からは、緩和してしまった制裁を元に戻せ、さらに強化すべきだというふうに言ってきています。しかし日本政府は北朝鮮側がもう少し伸びますと言ってきても、さらにそれを強化するとか、制裁をさらに強化するとかですね、また制裁を緩めたのを元に戻すとか、そういうことは一切言っていませんですね。よく考えてみてください。2002年に小泉訪朝で5人が戻ってきた以外、1人も戻ってきてないんですね。もう何年になりますか。これだけの時間かかって解決できない。政府はそういうふうにいろいろ障害を設けてるけれども、全ての拉致被害者を帰国させるというふうにも言います。で、そういう立場は正しいんですけども、でも拉致被害者以外のストックホルムの合意をですね、拉致の問題が解決しなければ話もしないというようになってしまえば、話そのものができない。そういう状況に今日本は陥ってるんじゃないのかと。ですから多分拉致問題で新しい情報が出てこなければ、その協議と内容の報告とは認めないというふうな、そういう立場は固執している限りですね、拉致の問題も解決できないし、その他の日朝合意の中身も話ができない。で、それでこのまま多分9月か10月になっていくんだろうと思うんですね。で、この間にもし北朝鮮がですね、ミサイルの発射実験でもすればですね、これはもう全く先行きがない。だから日本側はそれ自体が非常に今決断を迫られている。自分たちが北朝鮮を追い込んでいるように見えるけれども、実は自分たちも追い込まれていると。そういう膠着状態にあるのではないかなと
いうふうに私は見ています。以上です。